どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は2026年上半期に買ってよかったものを紹介していきます。今回もね紹介したものたくさんあるんで早速紹介していきます。では早速いってみましょう。上半期に買ってよかったもの、まず1つ目はこちら、スイッチボットサーキュレーター2 Pro です。この時期エアコンの冷房効率を上げるためにも欠かせないサーキュレーター。エアコンの冷気って足元に溜まるので、サーキュレーターを使って部屋の空気を循環させることで部屋中がまんべんなく涼しくなるので、うちでもこのサーキュレーターの初代のモデルをずっと使っているんですけども、こちらスマートサーキュレーター2 Pro ということでバージョンアップしたので追加購入しました。こちらこの前の Amazon プライムデーセールで買って届いてねまだ間もないんですけども、すでにねめちゃくちゃ良かったので上半期の買ってよかったものとしてねこちら紹介しちゃいます。スイッチボットのサーキュレーターって大風量なのに静音設計で、あと上下左右最大90度まで首振りができて自動で首振りしてくれて、でバッテリー内蔵なのでこのようにねコードレスでも長時間使うことができます。電源コードをね繋いでないですけどこのままでもね使うことができます。このあたりはね初代モデルから変わらず便利なんですけど、この2 Pro になってさらに色々ね良くなりました。まず最大風量が約 48% 上がっているということで、風量がめちゃめちゃね強くなりました。あと首振りする時の音が軽減されていたりとか、バッテリー持続時間も前のやつが40時間だったんですけど、これね70時間まで伸びてるんですよね。こういったメインとなってくるポイントが大幅アップデートされています。あとね何よりね見た目が良くなりました。こんな感じでパネルがね木目調になったのでインテリアにも馴染むデザインになりましたし、サイズも初代よりね少しコンパクトになっています。さらにアロマオイルを染み込ませたシートが入れられるようになっていたり、あとイオン発生器なんかもね搭載されていて、より心地よい風を感じることができます。お手入れの面でもアップデートされていて、まず内部にホコリが入りにくくなるようにフィルターがつきました。さらにパネルのネジを外せばこのねフィルターも羽も全部ね取り外して丸洗いすることができます。うちはこの時期ねこのこたつの細かい毛が部屋中にね舞ったりするんで、お手入れがしやすいっていうのはね結構助かるんですよね。前のモデルとか開けると結構ねこたつの毛とかホコリとかがたくさん溜まっていて結構掃除も大変だったんですけど、蓋パネルがね外せるんで掃除もめちゃくちゃしやすくなってます。といった感じでデメリットが見つからないぐらいに嬉しいアップデートがたくさんされていて、本当にねこれ買ってよかったですね。はい、そういったわけでまず1つ目はこちら、スイッチボットのスマートサーキュレーター2 Pro でした。で続いての買ってよかったものはこちら、マーナのキッチンスキージーです。こちらはね前に買ってよかったものでも紹介しましたが、上半期買ってよかったものの上位に来るくらいにね買ってよかったものですね。これはキッチンの調理台の上の水を切るスキージーで、めちゃくちゃ地味なアイテムなんですけど、毎日使うキッチンなのでこういったねちょっとしたストレスを軽減してくれるアイテムっていうのはね本当に買ってよかったと思ってます。調理台って結構ね割とすぐに水浸しになりがちなんですけど、今まではねダスターとかあとキッチンペーパーとかで拭き取っていて、ダスターは乾かさないとまた使えないし、キッチンペーパーも余計にたくさんね使うことになるしということで、代わりになるこういったねものを探していて見つけたのがこちらのマーナのキッチンスキージーで、これならシンクに向けて滑らすことで綺麗に水切りができちゃいます。この面の部分がねシリコンみたいになっていて、これでねワイパーのように水を切るって感じですね。本当にね綺麗に水切りできるのでキッチンの調理台の上が濡れたままになりません。で一応ねそこの部分は少し広くなってるので自立させることもできますし、ちょっとね狭いんで倒れやすかったりはするんですけど、一応自立はできます。あとここにフックをかける穴も開いてるのでキッチンの脇とかにこれをかけておくってこともできますね。さっと取って水切りできるのでねほんとこれ便利です。キッチンの地味なストレスを解消してくれる素晴らしいアイテムでした。最近ねこういう毎日の暮らしの中のちょっとしたストレスとか手間を省く軽くするっていうものをね探すのが好きで、そんな中見つけたんですけど、これはね本当に買ってよかったですね。はい、2つ目はこちらのマーナのキッチンスキージーでした。続いての買ってよかったものはこちらです。コデールのコーヒーフィルターペーパーウェイトです。これはコーヒーのハンドドリップをするときに使うものですね。こういったコーヒーのドリッパーにこのペーパーフィルターを入れるんですけども、通常ここにお湯をかけてリンスっていうのをやるんですけど、やらない人もいるんですけど、僕はリンスをするんですね。リンスするとこの紙の臭みが消えたり、この下に置いた時のこのサーバーを温めたり、あとこのペーパーフィルターをこのドリッパーにぴったり吸着させるというね意味もあって、そのリンスっていうのをやります。でこれただ乗せただけでリンスするとこのペーパーとドリッパーがちゃんと
吸着しないでちょっとね浮いちゃう時とかがあるんですけど、その浮かせないようにするためにこれをこういう風に乗せます。こう乗せた状態でここにお湯をかけるとドリッパーからフィルターが浮かずにしっかり吸着させることができるというものです。ややギークなアイテムではあるんですけど、マニアックなアイテムではあるんですけど、ハンドドリップにこだわる方にはねめちゃくちゃおすすめです。この前僕が持っているコーヒードリッパー19個をまとめて紹介するというね動画を出しましたが、ドリッパーはそれぞれにこう特徴があって、これとかもそうなんですけど、このリブと言われるこの溝ですね、この溝がドリップによって全部違うんですよね。リブの長さとか太さとか、どこからリブがこう伸びてるかとか、そういったのが違うことで、こうお湯を注いだ時にお湯の流れっていうのがそのドリッパーごとに個性があるというか変わるんですけども、ドリッパーそれぞれにリブが違うということは、それぞれのドリッパーにちゃんとそのリブの形状である意味があるんですよね。でその意味とか理由を最大限に生かすためには、ドリッパーとペーパーフィルターのこの吸着っていうのが結構重要で、これちゃんと吸着することによってその溝が生かされるっていうことになってくるわけなので、ぴったり吸着させるためのペーパーウェイトです。正直これを使うのと使わないのでコーヒーの味にどれぐらいの差が生まれるのかっていうのもあるんですけども、使い始めるとこれがあるから毎回ね美味しくコーヒーがハンドドリップできてるんだなとね思います。絶対なきゃいけないというわけではないんですけども、僕みたくこうコーヒーにドハマりしていっていろんなツールを試していって次何使おうかなと思った時に結構選ばれるようなアイテムにはなってくると思います。なのでコーヒーにドハマりしている人にとってはめちゃくちゃね持っておくと嬉しいアイテムだと思うのでおすすめです。なので例えばねハンドドリップが趣味の方とかにプレゼントとかしたらねめちゃくちゃ喜ばれるかもしれないですね。自分では買わないけどもらったら嬉しいコーヒー器具だと思います。はい、そんなコーデールのコーヒーフィルターペーパーウェイト、これもね買ってよかったですね。で続いてもコーヒー器具なんですけど、先ほどちらっと出ましたがこちらです。イコサブリューハウスのアベンシーウェーブサイクロンセンサリカラフェです。5月ぐらいにこちらのねムブナのコーヒーサーバー、こちらもね紹介しましたが、ちょっと似てる感じではあるんですけど、また新しいコーヒーサーバーを買ってしまいました。先週公開した下北沢 Vlog で小川コーヒーラボラトリーで購入したイコさんのカラフェです。これも良くて、こうムブナと同じようにね真ん中にこう山がついてるんですね。山が突起がついていて、でここにコーヒーを落とすことによって山にコーヒーの雫がこう垂れていくことによって香りを立てながらドリップすることができて、さらに内側にねこういった壁がついてるんですよね。見えますかね。こっちとこっちにこう壁がついていて、ドリップしたコーヒーをこの中でこうくるくる回すとこの壁に当たってコーヒーに空気が取り込まれて若干泡立ったりもするんですけど、コーヒーの香りや風味がより際立つというねエアレーション効果というのを得ることができるカラフェです。ワインのデキャンタとかにね着想を得たようなデザインになってるみたいですね。でこのイコサブリューハウスはカナダのコーヒーを愛する3人組が創設したブランドということで、デザインがねこう美しいだけじゃなくて機能的にもそういってねよく考えられていて、こうコーヒーラバーのこだわりと思いが詰まったカラフェに仕上がっています。本当ねこれにドリップすると優しくて甘くて香りのいいコーヒーが落とせるので、コーヒーの美味しさをねより格上げしてくれてると思います。これもねこだわりのコーヒー器具といった感じですけど、本当にコーヒー美味しくなるのでこれもね買ってよかったですね。さっき言いましたけどね、僕は下北沢の小川コーヒーラボラトリーでこの実物を手に取ってみて購入しましたが、あとね小川コーヒーのオンラインストアとか、あと Amazon とか楽天でもね最近購入できるようになってるみたいなので、気になる方はぜひ試してみてください。今日紹介したものは全て概要欄にリンクを貼っておきます。で続いての買ってよかったものはこちら、ダイワプラスチックのバケツエンジョイトレーニングセットです。10リットルのバケツにこういったね水切りトレイがついていて、この上に植木鉢を置いて上から水やりをすると土を抜けた水がバケツに溜まるので、部屋の中でも思い切り水やりができるというアイテムです。うちは室内にもたくさん観葉植物があって、こう全部に水やりするのも一仕事といった感じなんですけども、これのおかげで室内での水やりがねかなり楽になりました。今朝もねちょうど大量の植物に水やりをしたばっかりなんですけども、本当にこれ使うたんびにね買ってよかったなと思いますね。トレイの上からシャワーで水やりをすれば土の中の空気の入れ替えもできて、不純物もね洗い流せて、水は全部バケツが受け止めてくれるので、部屋の中でも植物が喜ぶ水やりができます。本当にこれ買ってよかったなと思うんですけど、これと合わせて買ってよかったと思っているのが、これもね前紹介していますけどこちらですね、バレルのデュアルフローポータブルシャワーです。こちらはバッテリー内蔵のポータブルシャワーですね。こちらをバケ
ケツとかに入れて、バケツやペットボトルから水を汲み上げてシャワーを使うことができるので、ガーデンホースが届かないような室内でも植物にたっぷりシャワーをすることができます。観葉植物のね、水やりをお風呂でやる方とかもいると思うんですけど、うちみたくね、植物がたくさんあると鉢を風呂場まで全部持っていって、風呂のシャワーを使って水やりをして、で水がある程度切れたら元に位置に戻すとかって、部屋と風呂場を何往復もしなければいけなくなって結構大変なんですけど、このセットにすればバケツとシャワーを好きなところに持っていって、そこでね、水やりができるのでめちゃくちゃ楽になります。あと液体肥料とか活力剤を希釈した水をこのバケツの中に入れて、ここからシャワーすることもできるので、そのあたりはね、風呂のシャワーとかガーデンシャワーではできないポータブルシャワーならではのメリットなんじゃないかなとも思います。あとね、うちはアガベとかパキポディウムとか比較的ね、無機質な土を使った植物も多いので、そういったみじんが出にくいようなものはこのドレーニングバケツに水を張って、そこにホースを入れて水やりをしながら、土を抜けた水がまたバケツに戻ってという風にね、もう永久期間みたいにして水やりをしていたりします。一応このね、シャワーのこの吸い上げるところも細かなメッシュになっていて、みじんが通りにくくはなってるので、僕はね、そう無機質な土に水やりするときはね、直接吸い上げたものを水やりして、その水がまたバケツに戻るというようなサイクルで水やりしています。本当ね、このシャワーとバケツのセットはね、室内での水やりがめちゃくちゃはかどります。このポータブルシャワーの方はもちろん植物の水やり以外にも、例えばキャンプとかで汚れ落としとかに使うとか、手を洗う時に使うとかにもできるので、そういった点でもね、おすすめですね。ホースが引けないところでシャワーを使いたいという時には非常に役立つと思います。はい、こちらもね、めちゃくちゃ買ってよかったです。続いての買ってよかったものはこちら、アンカーユーフィーロボットバキュームオムニ C28 です。こちらはね、案件で提供いただいたものなんですけども、あれからね、またしばらく使い続けてみて、本当にね、めちゃくちゃ良かったので、買って良かったものではないんですけども、こちらに改めて紹介させていただきます。おなじみのアンカーのロボット掃除機のユーフィーシリーズで、今年2月に発売されたばかりの新製品です。僕は今までもね、ユーフィーシリーズをずっと愛用し続けてきているんですけど、今使っているこのね、C28、本当現時点でね、個人的には最強だと思っています。ロボット掃除機のメイン機能である清掃機能は申し分なく、吸引力がめちゃくちゃすごいんで、部屋中きれいに掃除してくれるというのはもちろんなんですけど、これローラーモップっていうのがついていて、このローラーモップによる水拭きにも対応していて、しかもね、水拭きしながら本体内でそのローラーモップの洗浄もしてくれるので、常にきれいな状態のモップで汚れを広げずに水拭きしてくれるという機能が備わっています。あと僕がロボット掃除機選びでマスト機能としてね、考えているゴミ収集ステーション、これもね、もちろんついていますし、あとさっき本体内でモップ洗浄するって言いましたけど、その汚れた水もステーションのタンクが吸い上げてくれて、あと綺麗な水を入れるタンクもちゃんとついているので、そこから綺麗な水を本体に給水して、掃除をするときは常に綺麗な水を溜めた状態で掃除が始められるという、本当にね、手間なく部屋中ゴミ掃除と水拭きが綺麗にできるという万能ロボット掃除機です。詳しくはそのレビュー動画をまたご覧いただければと思いますが、本当ね、この C28 ね、すごいロボット掃除機です。このローラーモップ搭載で10万円弱ですからね、この価格帯でこれだけの機能はね、なかなかないと思います。これね、本当使わせていただいてよかったです。で、続いての買ってよかったものも掃除用具なんですけど、こちらです。このこたつの抜け毛を一掃できる楽々抜け毛グローブです。この時期ね、こたつは寒毛期で、ソファーとかベッドでちょっと遊んだだけでも毛だらけになります。今まではね、コロコロを使って取っていたんですけど、あれだとテープがすぐにくっつかなくなるし、毎日のようにコロコロしていても本当キリがないので、こちらを試してみましたが、これ使うとね、めちゃくちゃ簡単にたっぷり毛が取れます。こんな感じで左右にこすると毛が丸め取られて、真ん中に細く毛が集まってまとまっていきます。で、この細くね、集まった毛をつまんで取り除けばいいので、抜け毛掃除がね、めちゃくちゃ楽になりました。こういったね、グローブタイプなので手にはめて撫でるように使うので、直感的に毛をまとめ取ることができるのもいいですね。ずれにくいし、かなりね、楽に毛の掃除ができます。ワンちゃんや猫ちゃんと暮らしていて抜け毛掃除に困っている方、こちらね、おすすめです。本当に今の時期は改めて僕はね、これ買ってよかったなってね、実感しているアイテムですね。で、続いてもね、このこたつ関連ですけど、こちらです。これもね、本当に買ってよかったです。ポチのザ・ドッグワイルドサーモンです。ドッグフードですね。フードをこれに変えてから、このこたつがずっと悩まされていた涙焼けがかなり軽減されました。ちょっと綺麗な顔見せてあげて。
こちらがこたつの涙焼けのピークの時だったんですけども、今はこんな感じでね、かなり良くなったと思います。当時は目元がね、炎症を起こした感じになっていて、自分で描いちゃったりもしていて、お医者さんからいただいた塗り薬を塗ったりして、一時的にその炎症はね、収まったんですけど、根本解決がされているわけではないんで、どうしたもんかなと思っていて、そんな時ね、いろんな方からフードをね、見直さないと涙焼けっていうのはね、改善されませんよというね、アドバイスをいただきまして、で、いろいろ試して、最終的にこのポチのワイルドサーモンに行き着いて、これがこたつにはね、めちゃくちゃ効いたといった感じですね。自分でもいろいろ調べてみましたけど、やっぱりね、体の内側から改善しないと涙焼けの根本解決にはならないというのはね、本当みたいですね。で、こたつはね、基本的にドライのドッグフードだけをずっと揚げ続けているんですが、最初に揚げていたチキンベースでオイルコーティングされているフードで涙焼けが出てきてしまったので、そのフードがね、合わないかなと思って、別のブランドなんですけど、同じくチキンベースでオイルコーティングされたフードに変えてみたら、これでね、涙焼けが悪化してしまって、結構ね、有名ブランドのやつを使ったんですけど、悪化してしまいまして、で、目をかいちゃって炎症を起こすまでにね、当時なってしまいました。で、そういったのがあったので、もしかしたらチキンが合わないかなと思って、チキンベースはやめてサーモンベースのオイルコーティングのフードを試しに揚げてみたら、少しね、涙焼けが収まってきたんですよね。で、その時はね、これじゃないやつを使っていたんですけど、そのフードが販売終了しちゃったみたいで、もう手に入らなくなりそうってなったので、代わりになるね、フードを探していた時に、こちらのポチのワイルドサーモンを教えていただきまして、このサーモンベースでオイルコーティングなしのフードに変えたら、みるみる涙焼けが引いていって、かなり綺麗になりました。今ね、ちょっとクーラーかけていて乾燥してるんで、少しね、涙出そうとして若干涙焼けっぽくも見えちゃってるかもしれないんですけど、当時に比べてね、全然綺麗になりました。でもこれにしてから食欲もね、別に落ちないし、で、サーモンなんでね、タンパク質豊富なので、体もね、しっかりしてきましたし、もうムッキムキになってきちゃったんですけど、で、あとね、オイルコーティングじゃないからか快便ですし、いい硬さのね、うんちをしてくれます。これね、めちゃくちゃ体に良さそうです。全てのワンちゃんに効果があるかどうかっていうのはね、わからないですけど、こたつはね、間違いなくこれに変えてから涙焼けが治ったと思います。あと、前にもね、これ紹介してるんですけど、紹介したら結構視聴者さんからも、こちらね、試してみていただいた方から報告をいただいたりしていて、で、YouTube のコメントとかインスタのコメントとか見ていると、結構ね、やっぱこれを与えたことによって涙焼けうちの子も改善されましたというね、報告をいくつもいただいているので、やっぱりね、効果はあるんじゃないかなと思っています。本当にね、これこたつのためにも買ってよかったですね。続いての買ってよかったものはこちらです。木の宮本舗の3種素焼きミックスナッツです。僕数年前から毎日良質な脂質を取りたくて、こういったねミックスナッツを少しずつ毎日食べていたんですけど、2、30g とかね食べてたんですけど、今年出会ったこちらの木の宮本舗の素焼きミックスナッツ、これがねナッツの概念を変えるぐらいに美味しかったので、こちらも買ってよかったものとして紹介してみます。カシューナッツ、アーモンド、くるみが入ったミックスナッツなんですけども、本当にね今まで食べてきたミックスナッツとは明らかに違って風味豊かで甘みもあって適度にしっとりしていてめちゃくちゃ美味しいです。で、生成方法がやっぱりちょっと特殊らしくて、素焼きする時のドラムに直接火を当てずに少し離れたところから加熱する熱風焙煎方式というのを採用しているらしくて、これのおかげなのかね、本当にふっくらした甘さのナッツになっています。ナッツ自体のね品質もいいんだと思うんですが、その旨味を最大限に引き出す焙煎生成方法っていうのをね使ってるからこの美味しさが出てるんだと思います。これ本当にね美味しいのでぜひ皆さんにも食べてみてほしいです。こちらも概要欄にリンク貼っておくんでよかったらぜひ試してみてください。これめちゃくちゃ美味しいです。で、続いての買ってよかったものはこちら、今着ているこちらのニットシャツです。こちらは 8BitTD のランタオのロブスターラブレター半袖オープンシャツというものです。台湾のニットブランドの 8BitTD のシャツなんですけども、お友達にこの 8BIT のポップアップに招待いただきまして、そこで見かけたこちらのこのデザイン、カラーリングが好きすぎて一目惚れしてその場で迎え入れさせていただきました。 8BIT のニットウェア、もちろんねこれ以外にもいろいろあるんですけど、どれもねどこかレトロな感じがありながらもこう洗練されたちょっとストリート感もあって目を引くものばかりなんですけど、中でもひときわ目を引いて僕の金銭に触れてきたのがこちらのニットシャツです。
ですね。こんな感じでね、ロブスターの刺繍が入ってるんですけど、ダンス・ウィズ・ドラゴンという香港映画の印象的なシーンでこのね、ロブスターが出てくるらしくて、それをモチーフにしたデザインで、もうこれいいですよね。あんま見たことないですよね、こういったモチーフのニットシャツ。この前の下北沢 Vlog でもこれを着てあちこちに行ったんですけど、ほんとね、行く先々のお店でそのニットいいですねとかね、どこのですかとかね、聞かれました。目立つしね、気になりますよね。僕普段ね、こういうある意味派手な服はね、そんな着ないんですけども、これね、本当にハマってしまいました。他のね、デザインのニットも面白いものたくさんあったので、またね、次の展示会とかで何かね、買おうかなと思ってます。はい、上半期に買ってよかったもの、最後はこちらの 8BitTD のニットシャツでした。今日は2026年上半期に買ってよかったものを紹介しました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういった買ってよかったものとか購入品の紹介いろいろやってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。